毎朝早く起きて何をしているの？小説家みたいな生活に憧れて朝から本を読み続けているんだ。へえ、すごいね。きっと有名な作家になれるよ。まあね、でもまだ練習中なんだ。私も何か新しいことを始めておこうかな。いいね、一緒に頑張ろう。この部屋、缶がたくさん並んでいるね。後で捨てておくよ。ちょっと重いから手伝ってくれる？いいよ。このジャケットをクリーニングに出さなくて大丈夫？昨日出したよ。棚を少し動かしたいんだけど、できるかな？規則で重い家具は一人で動かさない方がいいよ。そうだね。危ないから誰かに頼もう。木村さん、先生の誕生日に何をあげたらいいと思いますか？先生はよくコーヒーを飲むから、綺麗なカップはどうですか？それはいいアイデアですね。あの青いカップはどうですか？ちょっと高すぎますね。学生の私たちには払えないかもしれません。じゃあ、隣の白いカップにしましょう。値段も安くてデザインもいいです。賛成です。渡辺さん、店員にラッピングを頼んでくれますか？はい。すみません。これをプレゼント用に包んでください。お金は半分ずつ払いましょう。ええ、1500円ですね。明日先生に渡しましょう。先生が喜んでくれるといいですね。最近水泳を続けているんだって？うん、体重を下げるために毎日泳いでいるよ。プロの水泳選手みたいな生活だね。あはは、そんなにかっこよくないよ。でも体を動かすのは楽しいね。きっとすぐ細くなれるよ。そうだといいな。明日の朝も早く起きていくつもりだよ。社長室の前に人がたくさん並んでいるけど何かあったの？会社の新しい規則について話しているみたいだよ。そっか。会議の前にこの資料を読んでおこきっと難しい内容だよね。う。でも読み続ければわかるはずだよ。頑張って、後でコーヒーを入れてあげるね。外国の友達を作るために英語を勉強し続けているんだ。すごい。毎日どれくらいやっているの？寝る前の短い間に単語を覚えるようにしているよ。その習慣はきっと役に立つね。いつか小説家みたいな上手な文章を書けるようになりたいな。夢が大きくて素敵だね。缶のゴミを捨てる規則が変わったの知っている？そうなの？前みたいに並べておけばいいんじゃないの？今度からは袋に入れて中をきれいにしておくのが決まりだよ。なるほど。めんどくさいけど習慣を続けなければいけないね。地球に優しい生活をしよう。わかった。今日から気をつけるよ。お正月に食べ過ぎて体重が増えちゃった。私もだよ。一緒に体重を下げる運動を始めない？いいね。仕事の合間に体を動かす習慣を作ろう。毎日続ければきっと体が軽くなるよ。モデルみたいな体になれるかな。まずは1ヶ月頑張ってみよう。毎朝5時に起きるなんて小説家の先生みたいだね。仕事が始まる前に自分の時間を作っておきたいんだ。なるほど。確かに朝は静かで集中できるね。うん。
この習慣を続けるようになってから毎日が楽しいよ。私も早く起きて水泳でも始めようかな。きっと健康的になれるからおすすめだよ。佐藤さん、今度の週末、京都へ遊びに行きませんか？いいですね。でも天気予報によると土曜日は雨が降るそうです。じゃあ、日曜日にした方がいいですね。はい、日曜日にしましょう。新幹線のチケットはどうしますか？私が明日駅へ買いに行っておきます。ありがとうございます。じゃあ私はホテルを予約しますね。お願いします。佐藤さん、京都で何を食べたいですか？有名なすき焼きを食べたいです。美味しい店を探してみます。楽しみにしています。じゃあまた明日。はい、また明日。山田さん、今ちょっと忙しいですか？いいえ、今レポートを書き終わったところです。どうしましたか？実は、この資料をコピーしなければならないんですが、手伝ってくれませんか？もちろんです。何枚コピーしましょうか30枚お願いします。会議が始まるまでに準備したいんです。わかりました。鈴木さん、ホッチキスで留めた方がいいですか？はい、お願いします。いつも手伝ってくれてありがとうございます。気にしないでください。あ、コピー機に紙がありませんよ。本当ですね。私が紙を入れてきます。急がないと会議に遅れますよ。伊藤さん、顔色が悪いですね。病気ですか？ええ、今朝から頭が痛くて熱もあるみたいです。それは大変ですね。早く病院へ行った方がいいですよ。行きたいんですが、午後から大切な会議があるんです。会議なら心配しないでください。私が課長に伝えておきますから。本当にいいんですか？ええ、無理をするともっと悪くなるかもしれませんよ。そうですね。じゃあ、高橋さんのお言葉に甘えて帰ります。お大事に。薬を飲んでゆっくり休んでください。ありがとうございます。明日また連絡します。